それではジオ・ニブルヘルの姫君は何らかのトラブルに巻き込まれてしまった可能性が高いと。ご連絡ありがとうございます、騎士さん。トラブルですか。心配ですね。ネオさんとカリサ君っていうナイトさんのお友達も行方不明になっちゃってるんですよね。助けに行きますか？クロさん、私らは会議が終わったらジオテオゴニアに戻りですよ。え、そうなんですか？です。ネフィーネラ姫が見切りつけて会議のスタートを決めてくれたのは正直ナイス判断って感じかなって。ちょっとブルム、少しは心配するくらいしたら。そりゃあ全く心配してないってわけじゃないけど、でも見ず知らずの相手より自分の足元心配した方がいいんじゃないのって話ですよ、姉さん。足元ですか？確かにこれ以上闘竜が長引けばジオテオゴニアで待っている皆を不安にさせてしまうでしょう。城を守るボルガーノたちのことは信頼していますが。それは。クロさん、ライラエル様の護衛なんですから。キッさんたちのジオニブルヘル行きには参加できませんよ。残念ですけど。本当に残念です。そうですね。ジオニブルヘルっていうのがどんな場所かも分かりませんし。騎士、どうしたのですか？ひとまず4世界でなく3世界でのプリンセス会議と参るしかあるまいな。そうと決まれば明日にでも。了解。では姫、私は会議場の準備班に明日の話をしてきます。よしなに。では。これもうね、さような目で騎士殿を睨むでなし。一人ではいけぬかえ？そんなんじゃないです。ただこの人と姫二人きりにするの良くないって思っただけで。失礼します。いかがかの騎士殿や。わっちのシュバリエは現にういであろう。さてはて、愛らしくもうるさきモネが目を離したところで、騎士殿、ちとばかりわっちのそばへお越しくださいますかの。よしよし、きれいなつむじでありんすな。拝察通り騎士殿には意図はなしと。会議の前にまた一つ騎士殿に御礼を申さねばと思いましての。お前様の顔の広さのおかげでジオテオゴニアのまれびと方も闘竜の間さほど無聊することなく過ごせているとナーナより聞き及んでおりまする。謙遜なさりまするな。お前様については妹らより
よもやまの報告を担と受けたもうておりますが、法皇の剣といい、カノンの剣といい、それにモネの剣といい、まだつかの間の計らいなれど、お前様が真にたる人物であること、とくも理解でき申さん。お仲間様方もまた同様なれば、こうして知己を得ることができ、後人に存じます。なれどランドソルのヒメラと共にジオテオゴニアを経て、世界をまたぎにまたぎ、はるばるこのジオゲヘナへ、そして先頃ワッチがジオニブルヘルの名を口にした折には、お前様らはただ驚くのみならず、期待に目を輝かせたように存じまする。そう、手がかりを得たとでも申しましょうか。ぶしつけなことといであることは百も承知でありんすが、の騎士殿やお前様らは何を求めて旅をなさっておるのでありんしょう。ふむ、確かそちらは美食殿なるギルドの活動目的でしたの。ではこのジオゲヘナにて美味なる食には出会えましたかの？ほんに正直な子でありんすの。お前様らにとっての真に美味なる食とは、旅先で巡り合う珍味でも贅の限りを尽くした晩餐でもなく、家族全員揃っての食卓を指すのでありんしょう。シェフィー殿も含めての。採用、お前様らの大切な家族のこと聞き及んでおり申す。ロスとなる事象には明るくありませぬが、愛する家族の御霊を取り戻したい。すがるほどの望みがあるなら、そうせざるを得ないのは神代の頃より何も変わりはござんせん。なれどお前様らの願いは未だ届かずでありんしょう。ジオニブルヘル、妹からのメッセージに曰く、ゾンビとか骨っぽいのとかばっかのやばめなとこっぽとのことでありんすが、魂とやらが行き着く先あらばかような地なのやもしれませぬ。されどもし仮にジオニブルヘルにて守備よくシェフィー殿の魂魄を見つけられたとして、その後はいかがなさるおつもりですかの？前と化粧しておらぬ限り、魂とはひどく脆いもの。獅子村の河原家なくばそれはなおさら、むき出しの魂をマナへ還元し奪い去る手妻もあると聞き及びますよし。そうして肉体を破壊し、あるいは殺せば魂は体から分離される。死ねば魂は肉体を離れるのよ。わかりやすいでしょ？現実ではどうか知らないけど、この世界ではそうなるの。そしてそのようにして肉体から離れた魂は私がシャドウにできる。さらにさっきも言った通り、シャドウは私にとっては生命力の保管庫。美味しく食べられる極上の餌なのよ。河原家なき魂魄、
迂闊に触れることもためらわれるような影郎のごとき儚き存在をお前様らに守ることが叶いますかの。ほう、それは果たしていかなる試技にと相すみませぬ。思えず高貴の虫がうずいて候なれと、その備えとやらはまだお前様らの胸に秘め置きなさりませ。わっちの城の中といえど、この非常時聞き耳をそば立てている誰ぞがおるやもしれませぬゆえに、なんのいなわっちの方こそお前様らの辛きありさまをことの葉に乗せた真にどうかご勘定いただきとうござんす。ただこれよりもしお前様らが苦境に立ちしことあらば、いつでもわっちらを頼みにしてくだしゃんせ。お前様らにはこれまでいくつも借りがありますゆえにの。よってのお前様、さように悲しげな顔をするでなし。お前様の大事な家族はきっとお前様のもとへ戻るでな。コロッセオをわざわざ会議のために改装したのね。闘技場、魔物退治やモンストレス同士の決闘を見せ物にするなんて、ジオテオゴニアではちょっと考えられない娯楽ですね。言葉による決闘って意味じゃそれっぽい場所だけどね、今日の趣旨的に。お兄とペコは？今日の主役のプリンセスさんたちは後からあの中央のテーブルに着くんですよ。お兄さんやシュバリエのお二人はその護衛役だそうです。と言ってもどちらかといえば形式的なもので、護衛が必要な事態にはならないと思いますが、ペコリーヌ様だけでなくネフィーネラ様もライライル様も一朝一夕、寛大さと厳格さを併せ持つ優れたご君主ですしね。最後の一人、ジオニブルヘルのプリンセスってのがどんなやつかこの機会に知っときたかったけどね。はい、ネア様ともどもご無事だと良いのですが。そろそろ時間みたいですね。私たちはあっちの席ですね。じゃあ皆さんまた後で。はい、リンド様、ブルム様、また後ほど。ビギャー。あれ、おにぎりちゃんついてっちゃった。ジオテオゴニア側の観客席はリンド様とブルム様のみですからね。きっと心細くないようにと思ったのでしょう。まああいつももともとはジオテオゴニア出身なわけだしね。知らない匂い。お兄さんたちが来ましたよ。
いえ、気のせいのようでございます。さて、会議を開いた者として僭越ながらこのネフィーネラが進行役を務めさせていただきたく。ようござんすか、お二方や。はい。ええ。かたじけなく存じ上げ奉り候、ジオテオゴニアのライラエル姫、それにランドソルのペコリーヌ姫、この場に集うていただけたこと、まずは深く御礼申し上げる。叶うならジオニブルヘルの姫と共に四世界会議と参りたくありんしたが。はい、私もぜひ末席を頂戴できれば幸いに思います。はじめまして皆様。私ジオニブルヘルの姫バイオレットと申します。あの方がジオニブルヘルのプリンセス・バイオレットさん？行方不明って聞いてたけど、じゃあネアやカリザのクソガキも無事なのかしら？それに横にいる方はバイオレット様の王家の装備を守るシュバリエなのでしょうか？バイオレットさん、おい、はじめまして。私はランドソルから来たプリンセス・ユースティアナと言います。私はジオテオゴニアのプリンセス・ライラエル。こちらはシュバリエの。はじめまして、クローチェです。お会いできて嬉しいです。後でハグしましょうね。わっちはジオゲヘナのプリンセスネフィーネラと申しんす。これなるはシュバリエの姉モネに候。ご丁寧にありがとうございます。皆様、改めまして私はバイオレット、こちらは私のシュバリエグレイスです。どうぞお見知りを。ごめん、ちょっと横からいい？失礼なのは100も承知なんだけど、あんたがジオニブルヘルのプリンセスだって証明することはできるの？そうですね。このドレスの飾りは私の預かる王家の装備、ジオニブルヘルの至宝アケディアと言います。そして私はこの装備を扱うことができます。それでよろしいでしょうか？コッコロ様、王家の装備とは使い手を選ぶ道具なのですか？エコスカリバー的な？プレシアちゃん、よく知ってますね。そういえばペコリーヌ様の王家の装備はペコリーヌ様以外が使ったところは見たことがありません。私も触ったことくらいはあるけど、お腹が減ったりはしなかったっけ？へえ、ライラエル様ともペコリーヌさんとも違う王家の装備なんですね。どういう効果なんですか？使ってみてもらっていいですか？
クローチェ、王家の装備は使用者が望まない効果を併発する場合があります。無理強いしてはいけませんよ。そうでした。バイオレットさん、ごめんなさい。いえ、こちらこそご希望に添えず大変申し訳ありません。疑いはごもっともですけど、私たちにとってもここにいる諸子が本当にプリンセスかどうかわからないわけですが。グレイス、そういえばそうかもですね。残念ながらここに来るまでも色々ありましたので。いろいろとおっしゃりますと、やはりわっちの送った使いが何か粗相をしてしまいましたかの。使者たち、ネア様とカリサ君のことですね。粗相などお気になさらないでください。とても愉快なお二人でした。ネアさんはどうしたんですか？彼女の訪問も、そしてジオゲヘナへのお招きも何分突然なものでしたから、荷造りだけでなく進化の意見をまとめるために少し時間がかかるとお返事させていただきました。すると彼女は少しジオニブルヘルを見て回りたいとおっしゃいましたので、私たちが会議に参加したいなら3日後に彼女が開いたゲートで合流しようと。ですが、合流のためそのゲートにたどり着く直前、私たちは何者かの襲撃を受けました。襲撃？魔物をおとりとして遠距離からの攻撃魔法。私もバイオレット姫も危うく命を落とすところでした。それはよく無事にこちらまでたどり着けましたね。かなり痛手は負いましたけれど、運よく根足のゲートへ逃げ込めたため、追撃される前に振り切ることができたようです。それがまことでありますならば、我が妹ネアメの行方はようとして知れぬままと。はい。むしろよくこの城塞まで来る気になりましたね。罠かもしれないのに。確かに引き返すかどうか少し迷ったわ。そもそも姫が出かけることだって反対する者は多かったし、でもネアシが私たちを本気で暗殺するつもりだったら、あんな逃げ場を残すなんてしないでしょうし、それに命を狙われるのはとても恐ろしいことですが、まばゆい世界を見てみたいという好奇心には勝てませんでしたこんなにも暑いなんて思いもしませんでしたが感謝いたします、ランドソルの騎士様。こうして顔を合わせ言葉を交わす機会を得られたのですから、私は不確かな根拠のみで罠かどうか疑い合うよりも、歩み寄り手を取り合うこと、そのために努めることを望みますわ。プレシャーちゃん、どうですか？ネアの匂い。
少しする。多分死者として向かわれたネア様の香りが残っているのでしたら、やはりあの方はジオニブルヘルの姫君なのでしょうか。だといいけど、ネアをぶっ倒してプリンセスになりすましてるとか可能性ゼロじゃないわ。魔物に襲われたって話もこっちからじゃ確かめようはないわけだし。ですがネア様が簡単にやられるとは思えません。カリザが足を引っ張ったのでしたらわかりませんが。リリちゃん、何か気になるんですか？そのグレイス様のお話が本当だったのなら、本当にお二人が待ち合わせの場所に向かう最中に襲撃を受けてしまったのだとしたら、今のバイオレット様のようにそれでも手を取り合いたいとおっしゃることができるのは、なんだかとても素晴らしいことのように感じていたのです。キャル様やアネモネ様などからは甘い考えだとお叱りを受けてしまうかもしれませんが、そうね、一言言ってやりたい気持ちはなくもないけど、でも相手をちゃんと見て責任持ってそういうこと言えるんだったら、それってきっと器ってやつなんじゃないの？あいつなんかはそこまで考えてないだろうけどさ。器。さてはて、何はともあれ4機が揃い、名乗りが済み、疑心もひとまず棚にあげると決まったならば、この会議の本題に入らせていただきと存じます。構いませぬかの皆様方や。ええ、もちろん大丈夫です。よろしくお願いします。ご勘定痛み入りまする。では改めまして、ペコリーヌ姫、ライラエル姫、そしてバイオレット姫、エンロはるばる、わざわざジオゲヘナまでご足労いただいたこと、誠に宦官の至りにあります。さは去りながら、わっちらがこのように額と額を突き合わせている。それができてしまっていること自体、今までの常識に照らせば異常極まる事態にござ候。おっしゃる通りですね。これまでもジオテオゴニアとジオゲヘナの間では、ごく稀に世界と世界をつなぐ穴が開いて、人や魔物が迷い込んでしまうことがありましたが、こんなに簡単に来れちゃうなんてびっくりしましたよ。それに今ではペコリーヌさんたちの世界ともつながっちゃってるみたいですし、私たちも本当にびっくりでしたよ。こんなに広い世界がたくさんあるなんて思いもしませんでしたから。私たちも大変驚きました。いえ、驚いている最中ですわ。目に映るすべても、皆様のお話のすべても。なるほど。世界と世界の往来が簡単になった今後は、魔物たちや住民たちの接触が増加するでしょうが、もしその際不幸な衝突が起きるようなことになっても、私たちが相手の世界を知っていれば、それ以上衝突や憎悪の連鎖が起きるのを止められるかもしれないということですね。もし違う世界の人が来てもお友達になっちゃえばいいんじゃないですか？私とナイトさんたちが最初に会った時みたいに。そう簡単にいかないから、
姫は手を打ったんだと思います。そうですね。私たちの世界とライラエルさんたちの世界も少しずつ交流が増えてきてますので、クルジ行政長官さんたちが文化の違いでトラブルが起きないように整備してくれてる最中です。寄り合い、盟約、協定、いずれは強固なる同盟を結び、互いの世界にとって益となる道を模索しとうござんすが、こたびはまずその先鞭として相互不可侵の約定を交わすことができれば後人に存じまする。そう、いみじくもバイオレット姫が仰せになった通り、歩み寄り手を取り合うためにの。もちろん大賛成ですね、あなた。私たちジオテオゴニアの民も心から平和を望みます。謹んでお受けしたく思います。不可侵条約って喧嘩しちゃダメってことですよね。とってもいいじゃないですか。まあそちらから手出ししてこないなら。バイオレット姫、どうしますか？ふむ、不可侵と言っても襲撃を受けてすぐのお立場であればガエンズルは敵かと拝察いたしまするが。いえ、そういうわけではないのですが、皆様と違って私たちは重要な事項は代表者たちの合意を必要としておりますので、この場で明確にジオニブルヘルの総意としてのお返事をすることができないのです。ですが私個人としてはネフィーネラ姫のご提案は大変素晴らしいものだと思います。虚芸城へ戻り次第、皆に今日見聞きしたことを伝え、そして説得したいとそう考えておりますわ。バイオレット姫の御心、まことに頂上に思いはべり、そしてペコリーヌ姫並びにライラエル姫もご快諾いただけましたこと、深く深く御礼申し上げ候。いえいえ、ネフィーネラさんもいい機会を作ってくれてありがとうございます。ええ、本当に。ですがこの会議の本題はここからなのでしょう、プリンセス・ネフィーネラ。そうなんですか？まあ世界の行き来がしやすくなった原因についてとかまだ話題にも出てきてないわけですから。さよう。プリンセス会議の目的のもう一つは、現在おのおのの世界に生じている異変について思考して裏で糸を引く敵の正体についての話をしたく存じ上げまする。ネフィーネラ姫、敵とおっしゃいますと？もしかしてフレイヤさんのことですか？フレイヤ。ペコリーヌ姫の世界に生息する魔物を私たちのジオテオゴニアに送り込み混乱を引き起こした女性ですね。ライラエルさんのお城で働いている人を操って
私とプレシアちゃんを陥れようとしたり、その後は命を狙って攻撃を仕掛けたりしてきましたよね。それにこのジオゲヘナではホウちゃんの羽を奪ったりとか。私の羽。ふむ、そこなわっちの下僕のドラ係の娘、名をナーナと発しまするが、あやつは先日鳳凰の羽探しに勤しむるさなか、九段のフレイヤなるラッパと接触し、その折糸をつけられた模様でありんしての。糸？ナーナにあの時フレイヤちゃんが。おそらくはの。そしてライラエル姫の御家人が操られたように、ナーナもまた自らの意志とは関係なく身内へ手を出す羽目になり申した。カノンめがあれほどの愚挙に出たのも、クズ流権現の大精霊を意のままに操れたのも、わっちにとっては大きな誤算。まことに残機に耐えませぬなり。そんな。じゃあもしかしてカノンちゃんもハイドラちゃんも誰かに操られてあんなことしちゃったんじゃ。それはわかりませんけど、でもあのままカノンさんが好き勝手してたらかなり被害が出たと思います。それではそのフレイヤという方が皆様の世界に被害を及ぼす元凶であるということですか？元凶の一端と考えるのがよろしかろうの。その裏に糸を引く者がいるであろうと、そう確信しており申す。そうです。フレイヤさん、ジオテオゴニアで戦った時に言ってました。確か。やはりあなた方は愚かでどうしようもない存在だけれど、私にとって決して相入れない敵のようですね。私ではなく私たちではないのですか。これほど多くの魔物を操り、違う世界から連れてくるなどと。いえ、一時的に空間の穴を開けるだけならともかく、今現在のように世界と世界を断続的ながらも常につながった状態にするなど、キングリープだとしても独力で行えるものではありません。軽眼ですね。その年にしてさすがといったところでしょうか。あの時のフレイヤさんが本当のことを話していたかどうかまではちょっとわからないですけど。ネフィーネラ姫にはフレイヤの裏側にいる人物に具体的な心当たりがおありなのでしょうか。ふむ、前段としてこのジオゲヘナには6体の類まれなる魔物がおりまする。シックスカラミティっていう人たちですね。ホウちゃんみたいな。鳳凰のが欠けた今ではファイブカラミティと呼ぶべきやもしれませぬが、とまれかくまれ乱氷、極宝、人狼、そしてマク、またの名をレディー・アラクネ。6体の中でも最も卑劣、狡猾、悪辣なる極の化け雲でござりんす。レディー・アラクネ。一つ名前が足りなかったように思うけど。へえ、おっきな雲の
の魔物さんなんですか？私たちもフレイヤさんが呼び出したちっちゃな雲の魔物さんと戦ったことがありますよ。グランドリームパークに現れ、大量の魔宝石を奪っていった雲型の魔物。あれらはレディ・アラクネの倉庫だったというわけですね。鳳凰の羽を奪った時もですけど、自分の手を汚すのがよほど嫌なんでしょうか。しかり豪胆が万有の裏返しであるごとく、膜の狡猾さはあれの臆病さの裏返しでもありんす。万に一つも己神に傷つく懸念あらば、あやつは穴熊を決め込み、わっちらの前に顔を出しますまい。されどライラエル姫のお手元からは魔力の蓄えられた宝石を強奪し、わっちの膝元からは鳳凰の力を攻略し、時をかけ粛々と増強に努め上げ、やがてわっちらすべてを出し抜けると確信したならば、その時にこそ自身の牙を向いてくるかと存じます。それじゃあレディ・アラクネの目的は何でしょう？私たちプリンセスをやっつけて国や世界を乗っ取りたいとか考えてるんでしょうか？そんな。キャッツのサガからして十分にありえまする。己以外の支配者は無用、邪魔だと考えるような不貞の輩ですからの。それはまた傲慢極まりない悪漢のようですね。そのような人物ならジオ・ニブルヘルにも攻撃を仕掛けてくる可能性もあると。お前様の世界にきらびやかな宝が多くあらば、その危うさは癒ますことでありんしょう。それならランドソルやアストライア大陸、私たちの世界にとっても人事じゃないですね。美味しいお宝がいっぱいありますから。ジオテオゴニアはすでに狙われているいきさつがあります。ペコリーヌ姫たちのおかげで一度は難を逃れることができましたが、放っておいたらまた魔物さんたちをたくさん呼んでこられちゃうかもしれないですよね。そんなの絶対ダメですよ。ならどうするんですか？もちろん皆さんで力を合わせましょう。だってさっき皆さんお友達になったんですよね。お友達になったって、まさか不可侵条約を結んだことですか？なかなかにユーモアのセンスがありますね、ジオテオゴニアのシュバリエ氏。ありがとうございます。私たちはもちろんいつでも力を貸しますよ。全力全開ですね、ライラエルさん。そうですね、ペコリーヌ姫、全力全開です。そのジオ・ニブルヘルは。バイオレット姫も何かあれば私たちを頼ってください。国家の代表ではなく個人的なことでも構いません。もちろんすぐに返事をなさらなくて大丈夫ですよ。ペコリーヌ姫やそのお仲間の騎士たちとは時間をかけて関係を築いてきました。あなたやあなたの世界ともそうなることができればと思います。寛大なお心遣い感謝いたします、ライラエル姫。私個人としては喜んで。
手を取り合いたいと申し上げた先ほどの言葉に偽りなどありませんわ。うんうん、プリンセスの皆さん仲良くなれそうでとってもいいですね。それじゃあナイトさん、アネモネさん、グレイスさん、シュバリエ同士もハグとかおしくらまんじゅうとかして仲良くなっちゃいましょう。ハグにおしくらまんじゅうですか。こう言ってはなんですが、そうした子供っぽいことはバッチコイですよ。いかがですか、アネモネ氏。しません。遠慮しないでいいですよ。してません。というか、協力とか手助けとか余計なお世話です。私たちは自分たちでも十分に。姫。ネフィーネラさん、どうかしたんですか？ああ、ご無礼つかまつり候。少しばかり腑に落ちぬ市議がございましての。とおっしゃいますと？かつて強固に存在していた世界と世界を隔てる壁。レディー・アラクネは孫を勝たなき魔女の連達なれど、わっちらに何も感づかせることなく破壁を成し得るものなのかと。それじゃあ、この音は。この音ログにあります。ひょっとしてバンディシャーク号？やはりバンディシスターズ。ですが様子が。後ろ。無粋な狼藉よの。そこな娘、首を失う覚悟はあるのだろうの。いいえ、取り損ねた首を取るつもりはありますが。我がジオテオゴニアを荒らしたように、また宣戦布告ということですか？それも違います。今回は降伏勧告も兼ねていますから。やはりレディー・アラクネ。久しいな、黒金の姫よ。その顔二度と見たくはなかったが、ようやっと貴様から何もかも奪ってやる準備が整ったのでな。故にこうして吠え面を眺めに来てやったぞえ。あなたがネフィーネラさんの言っていたシックスカラミティ。でもこれ以上好きにはさせませんよ。威勢がいいな、暴食のユースティアナ。だがこれを見て同じ言葉が吐けるかな？あれはまさかそんな。でもシェフィーさん。シェフィー？ではあの方が
兄様たちが探しているというもう一人の美食殿のギルドメンバー様なのでしょうか。でもあの格好、氷漬けになってるとかじゃなくて、すごく精巧な氷の像みたいに見えますけど。フレイヤさん、どういうつもりなんですか、これは。端的に言えば人質というものです。あまり美しい手段ではありませんが。何バカ言ってんの。そんな氷の塊なんか引っ張り出してさあ。いいえ、あちらはただの表像ではありませんわ。あの表像の内部に封じられた青い炎のような揺らめき、わかりやすく言えばあれは人玉。死者の魂が目に映るようになったもので間違いありません。けど正真正銘の魂魄なんてジオニ・ブルヘルでもごく限られた場所でしか見つからないはずなのに、ましてや特定の一つを見つけ出して捕らえるなんて。それはもうわざわざジオニ・ブルヘルに赴き、苦労してパレスを抜け、最後にロストしたものをサーチしましたので。パレスを一人で？では本当にその表像の中にはシフィー様の魂が封じられていると？証拠というほどのものではありませんが、この表像は内部の魂の情報を読み取ってできた入れ物です。こちらが細部まで手を加えたわけではありません。ついでにとても脆い素材ですから、ほんの少し衝撃を与えればガラスの器を落としたように粉々になるでしょう。中身ごとな。小野神はどこぞの穴蔵に隠し、手下どもをあくせく働かせ、挙句に人質まで取りおるか。相も変わらず卑劣千番、悪逆無道極まる輩よの雲の。すべては貴様を出し抜き、この煉獄の檻を破るため。以前の我と同じと思うなよ、黒金よ。この気配って、あなたもしかして私の力持ってっちゃってませんか？返してください。噂には聞いておったが、随分と惨めな姿になり果てたものだな、法王の。貴様の剣能、我が喉を潤し臓腑を温め、血肉と化して魔力をみなぎらせておるぞ。光栄に思うことだな。食べちゃったんですか？王友よ、おかげさまで糸の長さが少しばかり伸びてな。おお、そうだ、今披露してくれようぞ。なんだこの糸は。つか空中に蜘蛛の巣みてえのが。よけろ旦那。あっぶねえな。何すんだ小僧。すまねえ。でも体が全然言うこと聞かなくって。
ちょっといきなりどうしたの？その長い体で締め上げるのやめてよ。そっちこそ爪でバリバリ引っかくのやめてよ。魔物の親子まで同士討ちしてるの？私たちも魔物も誰かに操られてるみたい。どうなってるのよこれ。そんな、みんなナーナみたいにお友達と喧嘩させられちゃってるの？空に広がる巣の大きさからして、あの映像魔法に映った光景はほんの一部ですね。雲のわっちのためにようも汚らわしき糸をつけてくれたの。なんのこの程度手始めに過ぎぬぞ。時を数ジオゲヘナの空のすべてを我が糸で覆い尽くし、生きとし生ける者皆余すことなく傀儡としてくれようぞ。ではバンディシスターズの皆様もレディ・アラクネの意図によって操られて？んなわけあるかい。なめんじゃない。王家の装備なんざもうどうでもいいが、腹が立って仕方ないのさ。ライラエルにペコリーヌ、私に何度も苦渋ってやつを舐めさせてくれたあんたたちにね。そうそう、僕のサメちゃん壊されたのマジ許してねえし。姉さん、吹雪ちゃん。どうしてそんな前の話で今さら恨みをぶつけるようなことを。なんだか大和さんらしくないような。ダメですよバンディシスターズの皆さん。ライラエル様やペコリーヌさんを狙うなら私がまたやっつけちゃいますからね。いきますよ、ダブルロケット。待ってくださいクローゼちゃん。どうしてですかペコリーヌさん。荒くね、余計なことすんじゃないわよあんた。惜しい惜しい。貴様らが少しでも歯向かえば、このシェフィーとやらの表情、中身ごと粉砕してやったものをな。苦労して用意したものですし、そう簡単に使い捨てないでいただきたいのですが。我に意見するでない御用聞き。もとより人質など当てにはしておらぬわ。見捨てられればそれまでなのだから。それにこやつらの意をそらすおとりとしてはすでに役割を終えているのだからな。体が動きません。もしや今の隙に私たちにまで傀儡の糸を。ピンチ。さあ準備は整った。我が糸の命じるままに。不可侵の約定など直ちに破棄し、互いの命を奪い合うがいい。四世界のプリンセスとその仲間たちよ。緩や
れて日に染まる暗くなる前に一休みしよう胸躍る冒険の寄り道目指す理由は皆それぞれにあるどんなに変わる世界でも変わらないものはあるから離れて交わって繰り返して悲しみ喜びそしておやすみなさい食べなき語らい僕ら夢を見てるあてとないほうき星いつか交わる時手と手と手を合わせましょう一緒に美食殿のギルド活動、それは美味しいものの探求。でもあなたがいなくちゃ本当に美味しいとは感じられません。だから次回プリンセスコネクトリダイブ第3部9章シェフィー救出作戦。もう一度君とつながる物語。絶対あんたを連れ戻すわシェフィー。宵ヶ浜です。ええ。回収されたデバイス群の解析はまだ時間がかかります。それにやはりコアモジュールがなくては。そちらの件は進行しています。提供されたポート40番以降に情報を上げています。ええ、分かっています。では。デメテール・シュラインは日本政府に対しセブン・クラウンズのリーダー格である長老の夏目空の身柄の引き渡しを要請いたします。っていう感じでコッコロちゃんのお父さんを探すのますます難しくなっちゃって困っちゃってるんですよ。リピセルさん、ペコリーヌさんを祖国から追い出してコッコロちゃんのお父さんまで狙うなんて。まあ大方リピセル本人は旗振り役ってやつで裏でいろいろ手を打ってる連中がいるんでしょうけどね。実際にはさ。なるほど、確かにそういう展開小説とかでも読んだことがあります。自分でもわからないうちに騙されて利用されてしまって最後は切り捨てられてひどい目に遭ってしまう女の子のこと。いやそこまでは言ってないけどね。しおりちゃんはこっちでも本を読むのが好きなんですね。私生まれつきあまり体が良くなくてずっと本ばかり読んでいて、その習慣がゲームの中でも続いただけというか、レジェンド・オブ・アストルムでも病弱ではありましたけど、あっちでは牧場のお仕事を手伝ったりニャットちゃんと遊んだり楽しかったな。魔法少女になったり。今は少し大丈夫です。でも
懲役の昏睡から目覚めたばかりの時はかなり大変でした。こうして歩けるようになったのはつい最近なんです。そうだったんですか。一時期は面会謝絶で、今もまだ退院のめどは立っていないですし、それに電子機器も持たせてもらえなくて、また本を読むしかない生活に戻ってしまったのかなって落ち込んでたんですけど、まさか皆さんがお見舞いに来てくれるなんて思ってもみませんでしたから、とっても嬉しいです。あれ？でもどうして皆さん私の入院先が分かったんですか？初音からこいつの耳にメッセージがあったのよ。あんたのお見舞いに一緒に行ってほしいって。このロビーで待ち合わせってことだったんですけど、初音ちゃんと合流する前にしおりちゃんとばったりっていう感じでした。そうなんですか？お姉ちゃんまたお寝坊しちゃってるんでしょうか？それとも。まったくしょうがないわね、あいつも。遅刻だなんてさ。せっかく秋野に頼んで警察に見張られてないか確認してもらったのに。すみません。秋野さんとも再会できたんですね。はい、玉木さんやかすみちゃんたちともこっちで会えましたよ。そうなんですか。りんちゃんやまひるさんやりまさんともいつか会えたらいいな。あ、そういえばお姉ちゃんや皆さん以外にもレジェンド・オブ・アストルムで知り合った人とこの病院で再会できたんですよ。それって。しおりちゃん、そろそろ検査の時間よ。あら、ちょっとぶりね、みんな。あなたはこんな格好だし眼帯もしていないし、わからないのは無理ないかもしれないわね。ええ、無事にログアウトできてたみたいでよかったわ、あなたたち。あんたここの医者だったの？確かにあっちじゃ闇医者やってたけど。あっちでもこっちでも本当は研究者のつもりなんだけどね。でもこの病院には大学の研究棟も併設されてて、難病治療の臨床実験もよくやってるし、機器も最新のものが多いから、研究がてら現場での検査も少し手伝わせてもらってるのよ。検査？そう、今世間の注目がすんごく集まっている症状の、つまり耳の後遺症チェックね。そのおかげでしおりちゃんと再会できたわ。美月さんにはあっちでも何回か診察してもらったことがあって、最初に会った時はびっくりしましたけど。後遺症ってこっちに戻ってきても自分をあっちの住人って思い込んじゃったり違和感を覚えちゃったりするあれよね。それじゃあもしかしてしおりちゃんも。そんなことはないですって言いたいんですけど、少しだけ。レジェンド・オブ・アストルムのアバターの方が現実のしおりちゃんの体よりも少し頑丈だったから、アバターの癖のまま体を動かしちゃうとすぐ限界を超えてしまうの。頭では分かっていたんですけど、つい走ろうとしたり階段を駆け上がろうとしてしまって、面会謝絶になるくらい弱ってしまったのもそういう無理が原因で。なんかわかるわ。現実っていろいろ大変よね。ねえ、あなたたち
時間があったら少し一緒に来てもらえるかしら。研究棟は本当は入っちゃダメだけど、着替えて私の助手ってことにすれば多分大丈夫だから。何かあるんですか？実はもう一人、私はレジェンド・オブ・アストルムの知り合いと再会してるの。向こうはあなたたちのことわからない状態だけど。それってまさかそんな。でもシェフィーさん。アガト・シフナちゃん、あなたたち美食殿のギルドメンバーのこっち側での姿ね。あいつ、あのバカ、一緒に来なさいよって言ったのに、何やってるのよ、本当にもう。ごめんなさいシェフィーちゃん。私たちを助けるためにこんな。ペコリーヌさん、キリアさん。現状、彼女をはじめとするミネルヴァの懲役が終了していない人たちを目覚めさせる方法は見つかっていないわ。彼女たちプレイヤーの魂は未だレジェンド・オブ・アストルムの中に囚われてしまっているの。魂？それってゲームの話じゃなくてですか？魂とか神様とか、そんなの現実じゃありえっこないわ。ないはずよね。そう言いたくなる気持ちはとってもよくわかるわ。でも私はね、ミネルヴァの目覚めよりも前、脳神経学者として耳の開発に携わっていたの。君には少し話したことがあったかもしれないわね。美月さんが耳の開発に？もちろん私以外にもたくさんの研究者やエンジニアがいたし、重要なブラックボックスはウィズダムの上層部が握っていた。だからコア部分、魂のエクストラクトやトランスファーがどうやって行われていたのか、残念だけどまだわからない。私の専門は神経系へのフィードバック事故の阻止だったし、でも自分が携わったもののせいでこんなことになってしまって、研究者として責任を感じているわ。すっごくね。さっきあんたどうやってたのかわからないとか言ってたけど、でも何かヒントがあれば教えてください、美月さん。どうすればシェフィーちゃんたちを助けられるんですか？今の私から言えるのは2つだけ。レジェンド・オブ・アストルムのメインサーバーに使っていた超超高密度記憶素子、通称アイテールモジュールを見つけること。そして私たちはもう一度あの世界にダイブしなくてはいけないわ。ジオゲヘナの地に運命に導かれし戦士たちが降り立つ。それは新たなるジェネシスの産声か、はたまたアポカリプスの始まりか。ここがジオゲヘナ。ワクワクしてきたよ。暑いだけじゃない、肌がひりつくような感覚。まるで世界そのものから手荒く歓迎されている気分だね。ああ、感じるぞ。闘争を求める者たちのあまたの鼓動を。期待に心が湧き立つではないか。話は数日前に遡る。疾風のへか当てたる私はとある目的のために
志を同じくするバルキュリアたちを集めていた。漆黒の魔力に惹かれ修羅の地に行かんとする者たちよ、今こそ我が元に集え。つまりアンナがジオゲヘナに行きたいから一緒に行く人募集中なんだって。ようやくありがとう。ジオゲヘナだぞ、ジオゲヘナ。我らジ・オーダー・オブ・ゲヘナ・イモータルズがかの地へ惹かれるのは当然の帰結。冥風戦記のネタではなく、我が前世の記憶が眠っているに違いなし。それに料理も美味しくてランドソルじゃ見かけないスパイスとかもたくさんあるって。私も行ってみたいさ。なるほど、アンナさんは小説のネタ探し、それに香織さんも同行するって流れか。アンナさんが妙な依頼を出してると思ったらそういう話だったんだね。それなら私も一緒に行っていいかな。手強い魔獣がいるのなら剣の修行にもぴったりだろうし。おお、助かる。やはり貴様も漆黒の魔力に共鳴せし盟友の一人だったか。それに何より監視のためだね。トワイライトキャラバンはならず者の集まりってことで有名だし、裏世界で妙なことをしないか見張っておかないと。別にそんなことないぞ。ちゃんとした取材ではなく調査だ。きっと大丈夫だよ。私たちが一緒ならジオゲヘナだってなんくるないさ。こうして我々は極縁渦巻く裏世界の探索を始めた。その成果は目覚ましく、我がイービルアイすら引きつける。恐ろしくも怖悪的な呪物たちが出迎える。見つけたよ。村のみんなが言ってた石碑ってこれのことだよね。アンナ、早速調べてみるさ。これこそがジオゲヘナの魔術を記した碑文だな。凄まじい魔力の波動を感じるぞ。よくわからない模様の並びにしか見えないけど、アンナさんなら読めるの？我がイービルアイをもってすれば別に読めないわけではないが、今はまだ早い。しばし眠らせておこうではないか。決して読めないわけではないぞ。どっちさ。なんて書いてあるか気になるよ。わかるなら教えて。そこまで言われては仕方ないな。これはなんと世界に終焉をもたらすエンシェント・フォビドゥン・スペルについて記されているぞ。そんな危険なものアンナさんが覚えたら大変だ。悪いけど今すぐに拘束させてもらうよ。違った。そうじゃなくてよく読んだらジオゲヘナの歴史が書いてあるだけだった。安心安全な碑文だ。問題ない。ジオゲヘナは修羅の世界。力を欲すればその望みを阻む者もいる。戦わずして生きることあたわず、それが掟だ。なんとか倒せたかな。この強さ軽く腕試しなんてつもりで戦ってたら痛い目を見そうだ。まだ元気いっぱいさ。ここのままのすっごくしぶといよ。さすがはジオゲヘナ。でも
三熊流の剣士としてどんな相手でも引くわけにはいかない。友よ、力が欲しいか。望むなら我が闇の魔力を与えよう。アナさん、何？手を貸してくれるってこと？だがこの力を受け入れれば同時に逃れられぬ運命の鎖にとらわれることに。もう何だっていいよ。手を貸すなら早く貸してくれ。今のセリフ、主人公が第1話で叫んでる感がすごい。一方で戦いの果てに得るものもある。敵を打ち倒し、その血肉を食らって欲望を満たすこと。これもまた勝者の特権だ。みんなお待たせ。特製イリッチジオゲヘナ風完成だよ。わあ、美味しそうな匂い。気になってたスパイス早速使ったの？だね。味見したらちょっと辛めだけど美味しかったよ。みんなにもおすすめさ。私の故郷も暑いとこだったけど、ここはもっと暑いからね。きっとみんなもご飯の力で暑さを吹き飛ばしてるさ。おお、なるほど。では私も炎の祝福を好みに受けようではないか。いざ。これ思ったより辛い。辛すぎた？もっと薄味のも用意する？いや、大丈夫。辛いけどダメな辛さじゃなくてすごく美味しい。魔流灼熱方向麺とはまた違ったスパイシーさだ。ピリッとくる辛さが食欲を刺激してどんどんおかわりしたくなるよ。やったー！初挑戦のレシピだったけど喜んでもらえてよかったよ。これぞまさに炎の晩餐。その作り手たるものにもふさわしい称号が必要だろう。貴様はこれよりルーラー・オブ・ゲヘナ・フレアを名乗るがいい。ルーラー？わあ、いや、好みじゃないなら名乗らなくてもいいぞ。私が勝手に呼ぶだけだから。なんかかっこいい名前さ。名前に負けないくらいもっと料理頑張るよ。そうだろう。さらなる鍛錬を積むがいい。一行の探索は数日にわたり、冥風戦記の題材にとどまらず多くの成果を手にした。我が名は友、またの名をスペリオルソードサクセサー。我が剣はいかなる敵をも切り伏せ、弱肉強食の掟をその身に刻む。そして見栄として我が名優疾風のヘカーテに捧げるさ。ゲヘナ・フレアの力を込めた歌と踊りも一緒にね。これぞ修羅の共演。血湧き肉踊るとはまさにこのことさ。いいぞ名優たちよ。貴様らには素質がある。私の見立てはやはり正しかった。そう、ジオゲヘナの洗礼だけでなく疾風のヘカーテが放つ魔力を間近で浴び続け、魂を共鳴させたことで2人はその姿を変容させたのだ。彼女らとの共鳴が生み出す力によって我が冥風戦記はさらなる進化を遂げるだろう。これまでとは次元が違う新たな境地へと。
この狩りもうまくいったさ。掟に従ってその身をことごとく食らい尽くし血肉に変えてみせるよ。しかしアンナさん、いやヘカーテよ、旅の目的を遂げた今、始まりの地へと帰り次なる書を紡ぎ始めるべきでは。そうだな。ジオゲヘナの力を取り込み新たな盟友も得た。これならば冥風戦記の執筆も今まで以上に。ヘカーテ、どうしたの？いや、なんか違う気がする。ちょっと待ってよアンナさん、こんなに充実した取材ができたのに違うって何が？すまない。確かにインスピレーションは多く得られたが、このまま執筆に入ってはいけない気がするんだ。なぜなら、そう、この世界には闇の要素が足りない。闇の要素？冥風戦記はいわば短美と大敗の香るダークファンタジーだが、この地で繰り広げられているのは血湧き肉躍る戦士たちのハンティングアクションであって、世界観が微妙にずれててだな。確かにダークっていうよりはワイルドかも。だからアンナの好みと違うってことさ。まあ簡単に言うとそういうことだな。それに今までの冥風戦記の世界観を急に崩してしまったら読者がびっくりするかもしれない。せっかく私たちもアンナさんのノリに馴染めてきたと思ってたのに。すまない。いや、本当にごめん。私も2人が闇の魔力にここまで適合してくれるとは思わなかったんだ。とりあえずそういうことなら一旦ランドソルに帰ろうか。今回の取材ではいいネタが見つからなかったってことで。待ってくれ、せっかくジオゲーナまで来たんだ。まだ諦めたくはない。私が求めるものはどこかにあるはず。まあまあ、失敗は誰にでもあるさ。探し物がはっきりしてからまた来るのもいいよ。いや待て、今我がイービルアイが闇の魔力を察知したぞ。闇の魔力？誰かが魔術を使ったとか？詳しくはわからないが、ここからそう遠くはなさそうだ。確かめるしかあるまい。盟友たちよ、私に続け。困りました。どこまで行っても深い森が続いているかのよう。それにこの暑さ、グレイスとも合流できないまま、このまま私はジャングルの片隅で朽ち果ててしまうのかしら。あなたは一体何やらただならぬ魔力をまとっているようだが、こんなところで何をしているのだ？まあ、よかった。やっと魔獣や魔物以外の方と出会えました。どうしたの？もしかして迷子かな？困ってるならお助けするよ。はい、私祈願城祭というところにお招きいただいておりまして、皆様はご存知でしょうか？それなら案内できますよ。この辺りは危険ですし、私たちと一緒に行きましょう。
ジャングルをさまよっていた少女はバイオレットと名乗った。まさしく両家の子女といった佇まいの奥ゆかしい霊嬢だが、なぜだろうか、彼女を見ていると瞳の奥で何かがうずくような感覚が。アンナ、さっきから何書いてるさ。歩きながらは危ないよ。おっと、すまない。でも一応取材メモは残しておきたくてな。バイオレットさん、気をつけて。この辺りはツタが絡まっていて歩きづらいから。ありがとうございます、トモ様。この世界を訪れるのは初めてなので、勝手が分からずご迷惑をおかけします。この世界？もしかしてバイオレットさんもこことは別の世界から来たんですか？はい、そうです。私はある方々から招待を受け、ジオ・ニブルヘルという世界より参りました。ジオ・ニブルヘル？そっか、だからみんなと全然違う服装だったんだね。でもここってデージ暑いけど、バイオレットは平気なの？そうですね、正直大変です。ジオ・ニブルヘルは静かで冷たい常闇の世界。命があふれるこの世界とはまるで正反対ですから。ちょっと待て、バイオレットとやら常闇がどうとか言ったか？そのあたりもっと詳しく聞かせてはくれないか？いきなりどうしたさ？言葉の通り冥界といえば伝わりやすいでしょうか。光が差すこともない常闇の世界で、住民も死を迎えてなお動き続けるものばかりなのです。冥界、まさに闇属性。そうだよな、ヘカーテといえば冥界だもんな。それって私の小説の世界観にぴったりじゃないか？アンナさん、初対面の相手なのに圧が強すぎるんじゃ。小説？もしやシュテーヒ・バルム様は小説家の方でいらっしゃるのですか？いかにも。いや、小説というと語弊があるか。あれは私の前世での経験を記した我が魂のヒストリアのようなものでもあるからな。そうだな、改めて名乗らせていただこうか。我こそはジ・オーダー・オブ・ゲヘナ・イモータルズ団長。暗黒騎士にしてラグナロクを終わらせし旧世界の英雄、アンネ・ローゼフォン・シュテッヒ・パルム、人呼んで疾風のヘカーテ。時を超えて紡がれし壮大なるサーガ、冥風戦記の執筆者である。冥風戦記、素敵な題名ですね。一体どのような物語なのでしょうか。私とても興味を惹かれますわ。本当か？ありがとう。どうせなら帰還を持ってくるんだった。まあいいならば直接聞かせてやろう。疾風のヘカーテがたどる運命の物語、その一端を。アンナがキラキラしてるさ。仲良くなれそうでよかったね。ここが祈願城塞の居住区です。ここまで来ればもう大丈夫ですね。あれ、もう着いちゃった？まだまだ話足りない。楽しいお話
ありがとうございました。続きは会議が終わった後にぜひ。あら？バイオレット姫、探しましたよ。グレイス、先回りしてくれていたのね。私はつい寄り道してしまって。目的地は同じだし、生きていれば巡り会えると思っていたけれど。何もかも珍しいからといってあまりはしゃがないでください。お目付け役なんて私柄じゃないので。心配させてしまったわね。でもほら、おかげで素敵な方々と出会えたの。あ、はい。バイオレットさんが森で迷っていたのを見つけて、無事に合流できたようで何よりです。どうも。うちのお姫様がお世話になりました。とんでもないさ。私たちもいろいろ聞けて楽しかったよ。他の出席者を待たせてはいけませんし、そろそろ行きましょうか。改めまして皆様ありがとうございました。また必ずお会いいたしましょう。ではまた来世。バイオレット姫か。もしかして偉い人だったさ。私たち失礼なことしてなかったかな。大丈夫だとは思うけど、向こうも楽しんでくれていたみたいだし。実に有意義な時間だった。闇の魔力を堪能できただけでなく、新たな読者も得られたとはな。運命の導きとはまさにこのことか。よし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 、闇のモチベーションが上がってきたぞ。一刻も早く執筆に取り掛からねば。待っていてくれ、未来の読者たち。そしてまだ見ぬジオニ・ブルヘルよ。お初にお目文字つかまつる岬殿にみそぎ殿、わっちはネフィーネがどうぞよしなに願いんす。はい、お世話になります。そうかしこまるよしはありんせん。騎士殿やプレシア殿の友とあれば、わっちらにとっても友と同じ。ゆるりとしていかれるがようござんしょ。おお、なるほど。プレシアちゃんの言ってた通りね。なんだかすっごく大人っぽい雰囲気の人だわ。とってもお姉さんだね。背丈はみそぎたちとそんなに変わんないのに不思議だな。ちょっとみそぎ、そんな大きい声で失礼でしょ。構いませんよ。友と同じ友下でありんしょう。ならばかようなさまつごと、わっちはみじんもかかずらわぬゆえ。さまつあざます。ほらミサキ、これならきっとみそぎたちのお願いも聞いてもらえるよ。会いに来てよかったじゃん。ほほう、みそぎ殿らの願いとは果たしていかなる市議にありんしょう。なんなりとわっちに申してくだしゃんせ。私たち大人のレディーに憧れてて、
レフィーネラさんみたいに大人の余裕とかを身につけるにはどうしたらいいかなって。そうそう、実はみそぎたちそのためにこの世界に来たんだ。さあみんな始めましょう。名付けてジオゲヘナで大人になっちゃおう大作戦よ。大人パワーアップ。それで何すればいいの？なんとなく面白そうだからついてきちゃったけど。あんた作戦はちゃんと説明したじゃないの。仕方ないわね。私たちはランドソルじゃいつも子供扱いされちゃうでしょ。みんなよりちょっと年下ってだけなのに納得いかないわ。でもこのジオゲヘナは強さが全ての実力主義の世界らしいの。つまり私たちの強さを見せつければ大人と同じに扱ってもらえるはず。おお、なるほど。よくわかんないけどわかった。いや、いまいち不安だけど、まあいいわ。それじゃ早速お仕事を探しに行きましょう。お仕事探し？それってランドソルの掲示板みたいなとこ？ええ、きっとそれが一番わかりやすいでしょ。難しい依頼をパパッとこなして私たちの強さを見せつけてやるわ。それで依頼書みたいなところに行ってみたんですけど、危なくないお仕事しか任せてもらえなくて。なるほどなるほど。力を示す心づもりがその気すらも与えられず、それはさぞ心惜しくありましょうな。みんなひどいんだよ。配達とか家の片付けとかばっかでさ、みそぎなら強くて怖い魔物だってトラップでやっつけちゃうのに。不満、仕事、求む。なんとまあ、誠に相すみませぬ。しかしどうか依頼書を管理する者らの心も汲んでくだしゃんせ。お前様らはわっちらにとって大事なまれびとに他ならず、万一傷つけたとあらば他の皆にも顔向けできませぬゆえに。もちろん分かってます。心配してくれてるからだっていうのは。とはいえその実、美咲殿のような幼子らが危難に遭わぬようわっちが皆にことづけているゆえでありんすが、はてさて、そも力とは刃がごときもの。その鋭さを磨くのみにあらず、経験を積み扱いを実出してこそ命を任せるに値する強さとなりんしょう。強さ、経験。よくわかんないけど大人っぽいことを言われてるのだけはわかる。つまり地道に頑張ろうってことよ。ここは我慢して危なくないお仕事から始めましょう。やだー、そういうのは兄ちゃんに任せとけばいいじゃん。みそぎはもっと楽しいお仕事がやりたい。ねえネラ姉ちゃん、みんなに子供扱いされない魔法とかない？ちっちゃいのに大人なネラ姉ちゃんならきっと知ってるよね。みそぎ、やめなさいって言ってるでしょ。そういう聞き方は大人のレディーじゃないんだから。ふーむ、大人のレディーになりたい。それが望みとあらば方法はなきにしもあらず。本当ですか？ちと待ちたもれ。諸子のいずこか誰ぞ穴井を。わあ、何これ、地図？なんて書いてあるの？この地に伝わりし伝承の一端、
密林の一角にそびえ立つは怪しき果実を実らせる魔の大樹。その果実を口にした者はたちまち生体へと姿を変えると聞きし及び、無論見た目だけではなく力も相応に、まさにお前様らの望み通りのものでありんしょう。どういうこと？その実を食べたら大人の体に変身できる。しかも見た目だけじゃなくて本当に強くなれるってこと？それまさに私たちが欲しいものよ。すごいじゃん。さすがネラ姉ちゃん、何でも知ってるね。さりとて集落を一歩離れれば魔物魔獣に出くわすは必定。お前様らの大事な身が傷つくどころか、落命せし危険も大なりと思いはべり。にもかかわらずお前様らは本願を遂げる心づもりにありんすか？それはやるよ。プレシア？強くなるために。良き眼差しでありんすな。ならばこれ以上引き止めるも野暮というもの。思うがまま望むがままに生きなんし。そうね。そこまでやる気を見せられたら私だってじっとしてられないわ。大人への階段3人で駆け上がってやるわよ。よーし、決まりだね。みんなでジャングル探検だ。見つけた。あの木だよね、地図に書いてあったやつ。いや近いわね。村を出てすぐよ。これじゃただの裏山じゃないの。お気軽散歩。もうネフィーネラさんたら命が危ないとか大げさに言ってたのかしら。きっとネラ姉ちゃんが心配しすぎなんだよ。それよりほら早く食べてみようよ。いただきます。これは何これ、まず。ちょっとこれって本当に食べて大丈夫なやつ？明らかに体が拒否してるんだけど。もしかしてネラ姉ちゃんのいたずら？やるじゃん。まさかみそぎを罠にはめるなんてね。口の中に広がる強烈な苦み。飲み込んでも粘りつくみたいな後味。プレシアちゃん、そんなじっくり解説しないで。余計にまずく思えてきたってば。あれ？ちょっと待ってプレシア、体がなんか。どうかした？体変わった？あれ？なんだか。プレシアの岬も大きくなった。すっごでっか。そういうあんたもよ。やったわ。伝説は本当に。そうだった。服がちっちゃいままじゃきついよ。苦しいよ。いや、それよりこのままだといろんなとこが見えちゃうんじゃ。でももしかして今の私すっごいセクシーになってる？そうよ、これが大人よ。こんなに苦しいのが大人でセクシーなの？やだ、みそぎセクシーなんかいらないよ。きつ
フレシアちゃんはまだマシなんじゃないの？元の服も割とゆったりしてたし。きつい。お腹が空いて苦しいです。とてもすごく激しく。そっち？あ、ほんとだ。みそぎも急にお腹が空いてきちゃった。これってまさか大人になった反動ってやつ？腹ペコで倒れそう。何でもいいから食べたい。でもそういうのはしたないかもしれない。大人なセリフだ。中身までちょっと大人になってる。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。村に戻って何か食べなきゃ。ってこの服で？そしたら間違いなくみんなに注目されちゃって。でもそれは私が大人でセクシーだからで。魔物まで出てきたよ。どうしよう。今それどころじゃないし、あっち行きなさいよ。今撃ったのって私の魔法？なんかすごい威力だったけど。そうだよ、見た目だけじゃないってネラ姉ちゃん言ってた。これならみそぎたち。あれ？戻った。まさか時間切れ？そんな。でもお腹の減りはそのままみたいね。散々じゃないのよ、もう。さよう。かの果実の効き目はほんの数分。変化した姿は確たる未来の姿とは限らず、その上ひどく腹がすくという代償もありんすな。あれで大人に変身できたなんて騙された気がしないでもないんですけど。愛すみませぬ。なれどお前様らにとって得難き学びになればと願い、かような物言いで送り出した次第にござります。ほんの数分とはいえ大人の酸も甘いも味わい、大人らしさの糧を得られたならば何よりでありんす。肩凝った。はあ、結局ね、フィーネラさんにからかわれたっていうか、うまいこと丸め込まれちゃった気分だわ。さすがネラ姉ちゃんだったね。みそぎすっかり騙されちゃったよ。うん、すごい。フレシアちゃん？なんでそんなに嬉しそうなのよ。ダイナマイズでした。本当にああなれるかは分かんないって話だったけど、まあね、フィーネラさんが言ってたこと正論ではあるし、やっぱり地味なお仕事から頑張りましょう。次はみそぎたちの番だね。これでネラ姉ちゃんに仕返しするしかないよ。いや、みそぎ、話聞いてた？仕返しなんて流れじゃなかったでしょ。ってちょっとその実なんで持って帰ってきてるのよ。まさか仕返しって。いたずらされたらちゃんとお礼をしないとね。この実をこっそり料理に混ぜて食べさせちゃおう。お礼？お姉さんに？そうだよ、ネラ姉ちゃんにも大人になってもらうんだ。どんな感じになるのかな。ミサキも気になるよね。それはまあ気にならなくもないけど、でも絶対怒られるわよ。大
大丈夫大丈夫。味の濃いご飯なら混ぜてもバレなさそうだし。ワクワクしてきた。こらみそぎ、待ちなさいよ。ネフィーネラ様、お待たせしました。夕食お持ちしましたよ。はてさて、本日の夕げはまっこと食欲をそそる良き香りでありんすな。バレてないバレてない。さあネラ姉ちゃん、パクッといっちゃえ。大人になっちゃえ。はあ、おいしそう。ちょっとプレシアちゃん、動いちゃダメ。今は我慢して見てなさい。美味かな美味かな。あれ、何も起きない。みそぎたちの時は食べてすぐ姿が変わったよね。量が足りなかったとか。我慢我慢。シュルはやばいわ。プレシアちゃんが限界よ。いたずらは失敗。退散しましょう。っておかしいな。ネラ姉ちゃんの面白いとこ見られると思ったのに。でも本当に見過ごしてよかったんでしょうか。ネフィーネラ様の食事に細工をしちゃうなんて、即刻処刑されてもおかしくない悪行ですよね。恐ろしきことを言うでなし。無邪気な戯れに目くじらを釣り上げるなど、大人の所作にありんせん。そういうものですか。あの果実の効果は未熟なものを仮の姿に変化させるものですから、そもそもネフィーネラ様には効かないでしょうけど。さよう。幼子らの求めに応えられぬはちとばかり心苦しかれど、勝てて加えて特別な姿はたやすくは見せぬがゆえの特別とも申すでの。